パ、怖いよ。早く戻ろう。そっか、怖いか。ごめんね。でもね、エミにも分かってほしいんだ。死より何倍も恐ろしいことをパパは知っている。返してください。はあ、いいじゃん別に。ちゃんと返すし、映させろよ。パス。うわ、やっぱ几帳面。どうして私ばかり狙うんですか？何？なんか文句でもあんの？最後に残ってるあんたが悪いよ。貸さねえよ。こっちを見るな。そういうわけ。今ここで映させてくれる人なんてノロマしかいないんだからさ。それにあんたと違って奴らは真面目にやってないし、映したらすぐバレちゃうじゃん。だからあんたしか頼れないんだよね。評価高。ウケる。ってことで借りとくね。待って。大丈夫大丈夫。バレないようにうまくごまかすわ。ねえ、この後カラオケ行かね？この学校は午後5時まで校門から出られない。皆は部活か自習か。そして私は寝ることにした。うわあ、もう5時か。帰ろう。ねえ、まだ？そろそろ時間なんだけど。めっちゃ急いでるから待って。畜生、谷口のやつ嫌がらせだろ。明日課題回収するからな。覚悟しろ。ねえ、うちまだ2週間分が。それやばいっしょ。丸写しはダメよ。バレるから。わかってるって。でもそれ以前にこの量じゃもうちょっとかかっちゃうな。こうすればいいのよ。ちょっとそれやばいっしょ。同時に違うページに取り掛かれば早いでしょ。そうだけど、でも破ったページどうすんの？捨てるわ。たまに怒られても大したことないでしょ。田中、何の真似だ。2週間前からやってないじゃないか。私ちゃんとやりました。とぼけるな。どこに書いてあるんだ。そんなはずはない。私はちゃんと。出さないならともかく白紙のまま出すとかバカみたい。おいノロマ、ジュース買って。ってあいつどこ行ったん？知らない。こんにちは。待ってたよ、のどか。そんなことがあったのね。災難だったわね。唐揚げもらってもいい？うん。ありがとう。どうしていつもお弁当持ってないんですか？節約してんの。あ、2個目いいって言ってない。人生って理不尽よね。生まれた時からお金持ちがいれば貧乏人もいる。天才がいれば愚鈍なやつもいる。それ、私のこと？教室が嫌なら抜け出せばいいじゃない。決められたルールに従ってバカバカしくない？私は綾川さんみたいに授業サボったりしない。
ずいぶんトゲトゲしいわね。別に勉強が嫌でサボってるわけじゃないのよ。ただもうどうでもいいだけ。進学するつもりもないし、授業サボったところで何も変わらないもの。あなただってここに逃げてきたんでしょ？のどかの気持ちすごくわかるよ。わかってるなら唐揚げ全部食べたりしないし、早川さんに辛い経験があるようにも見えない。4歳の時、お父さんが自殺しちゃったの。バブルが弾けて、働いて貯めたお金が一瞬で溶けて、ローンに追われた。どん底のままお父さんが死んで、頑張ってた勉強も肝心な時にしくじっちゃって。結局希望校に受からずここに行き着いた。もう悲惨すぎていっそのこと消えてしまいたいぐらいよ。こういう時はどうすればいいと思う？泣いているの？ごめんなさい。昔のこと思い出しちゃって。自分のことかい。昔から変わってないの。何をやっても遅いせいでみんなからいじめられて、勉強も追いついてなくて塾に通わされて、塾でまた先生や同級生にいじめられて、いじめの負の連鎖だよ。そんな連鎖初めて聞いた。こういう時どうしたらいいの？目を塞いだらいいのよ。辛いことから目を背けるの。でも見えなくても耳が聞こえる。こいつ指摘してきやがった。じゃあこうすればどう？今度は見えます。もう、のどかったらめんどくさいね。どう？うん、落ち着いたと思う。そう。当然これは一時の慰めだってことは分かってる。なぜパパは死を選んだのか。くそー！兄さん金借りてもくたばりやがって、死んだらチャラになると思ったか。こっちだって家族がいるんだ。ちょっと、やめてよ。ようやく分かったよ、パパ。死より怖いものは、この世そのものなのね。お父さんは逃げたんじゃない。この世が間違っているから去っただけ。苦しみを根本から断ち切れるものは死だけ。実を言うと、今日は私の命日なの。命日？誕生日の反対。早川さんが死んじゃうの？ええ。祝ってくれるかしら。そんなのダメだよ。なぜダメなの？死んだら無に帰るだけ。そんなの嫌だよ。目の前で誰かが死ぬなんて嫌。もうちょっと考えようよ。ごめん。もう決めたの。ああ。のどかなら私の気持ち分かってくれると思ったんだけどな。結局みんな私をいじめる。そうね。じゃあのどかの意見を考慮して下校時刻まで考えるわ。のどかはしらばっくれればいい。大丈夫よ。のどかは何も悪くない。ちょっと最近付き合い悪くね？そんなこと。一緒に昼飯食べれなくて寂しいよ。話は以上ですか？おお、怒ってる怒ってる。触らないで！何調子こいてんだよ！おい、まずいって。はあ、あいつだけなら大丈夫。いっつも寝てるから。そういう問題っていうか、起きちゃってるんですけど。やばいやばい。寝たふり続けるか？今日は数学の課題出たし、わかってるよな。いや。何？まだ逆らうつもり？ちょっと、英子！
そろそろ大丈夫かな。あれ、みんなは？くそ、あいつ逃げやがった。手分けして探すわよ。誰かいますか？いないですね。じゃ、掃除しますよ。田中さん、先生に言うべきかな。はっきり何があったか見てないけど、あれ、明らかにいじめだよね。本当は、だいぶ前から気づいてた。知らんぷりしてた。喉か？どうしたの？大丈夫よ。後味悪いな。田中さん、どこ行ったんだろう。期限は今週ですよ。こんな部あったっけ？分かっているとは思いますが、部員は5人以上じゃないと認められませんの。先週名簿を出したじゃないか。ここしばらく調査をしましたが、出入りがあるのはここの4人しかいませんね。幽霊部員はカウントできませんわ。そこをなんとか。大丈夫よ。最後まで一緒についていくから。ここから飛び降りれば一瞬よ。まだ不安？やっべえ。副会長、大変だ！先ほど入った情報ですが、屋上で生徒2人が飛び降り自殺を。なんですって？この件はまた明日に。努力することね。あなたは先に屋上へ。私は先生に報告へ急ぎます。はい。私も行きます。どうする、鉄？田中さん！近寄らないで！そこは危ないから。一旦落ち着こう。何があったのかちゃんと教えてほしい。力になれるかもしれない。先生たちはみんな頼りにならない。今まで私に何があったのか全然気づいてくれなかった。おい、何か知ってるか？いや、田中君のことなら最近課題を出してないくらいで。じゃあ学業的な問題か？ぽいな。違うんです。彼女はクラスでいじめにあっているんです。なんだと？それは本当か？とにかく降りてくるんだ。君のことは我々が責任を持って。無駄よ。今回限りの問題じゃない。もっと根本的な問題なの。ほう、それは一体どんな問題かな？あなたたちは哲学部？ふん。人生に価値ってあると思う？人はみんな不平等に生まれるわ。ある者はお金持ち、ある者は貧しい、ある者は賢く、ある者は頭が悪い、ある者は綺麗である者は不細工。なぜ私たちはそれを受け入れなければならないの？弱者が生きる意味なんてないわ。そんな悲観的な。実存的危機。それは異論はないな。認めちゃった。他に言うことはないのかしら？何をしに来た？用がないならすっ込んでろ、哲学部。どうやら彼の方が話が通じるようね。食いついた。哲学部なら詳しいでしょ？教えてよ。人生とやらの意味を。そうだな、少し話そう。まあ、一旦哲学部に任せてみよ納得できるかはわかりませんが、人生とは意味を見つけ出すことだと思う。意味がないと道義じゃない。う。うぞうむぞうのしょうもない人生を見るとなおさらね。お前どっち側なんだよ。オリジナリティに欠ける。じゃあ、
あなたはどうなのよ。進化論だ。原始時代から自然淘汰は効果を発揮していた。生きたくない者たちが先に死に、生き残る者たちは遺伝子を残す。その結果、生存のための特徴だけが受け継がれ、増幅される。それらの特徴は物理的に心理的に働き、生存欲としても現れる。人生に意味を求めるという行為も生きるための戦略ってわけだ。でも、今綾川さんが取ってる行動は真逆じゃない。あくまで一般論だ。死にたくても死ねないわけじゃないからね。進化のおかげで生きたい人が上回るだけでありがたい話だ。仕方あるまい。だから認めてどうすんだ。どうやら結論が出たみたいね。意味がないなら自決を葦とすることはできないわ。状況悪化してるじゃないか。やはりこの部に任せるのは危険だ。君がいなくなれば親御さんが悲しむぞ。父はもう他界していますし、母は私に無関心です。地雷。綾川さんに何があったのか私にはわかりません。でも、頑張れば人生は変えられるわ。そもそもなぜ人は頑張って生きなきゃいけない？必死に勉強して仕事して。死んだら皆結局同じなのに。幸せになるためにこんなに辛いのなら必要ない！これ、どう反論するの？仕方ない。先に田中の説得を。田中君が亡くなれば、君を大切にしている人が悲しむぞ。のどか、動揺してる？大丈夫よ。大切な人たちならきっと分かってくれる。もうこれ以上邪魔させない。さあ、行きましょう。もうどうすることもできないの？誰か！ダメだ、のどか！間に合った。誰？あの人。お隣の制服だよね。呼び捨て？藤田くん、どうしてここに？理事状況はどうなっているのです？誠から聞いたんだ。君の状況を。同じ高校なのに田中さんがいじめられてるのに気づけなくてごめんなさい。どうして吉田くんが？卒業式の日に頼まれてね。のどかのこと頼んだぞ。傷つきやすいんだ。お前まだ引きずって。あんな断り方されて諦められるかよ。きっと理由があるんだ。君のことが好きです。付き合ってください。これから塾なので、ごめんなさい。君が違う高校へ行くと知った時はショックだった。でも今決めたよ。ここに転校する。今度こそ君を守ってみせる。だから俺のそばにいてくれ。嘘告白？嘘よ。そんな都合のいいことばかり通るはずがないわ。のどか？はい。のどか！のどか！しっかり。ずるいよ。なんでもっと早く動いてあげられなかったのだろう、私。なんかやるせないよ。理事長、彼の転校を認めたんですか？そうだ。大切な人は家族とは限らない。きっと素敵な友達が。綾川くんも降りてきなさい。君を大切に思っている人のために。なあ。私たちは同じクラスだけど、あまり親しい関係ではないし。綾川さん、知らないな。とにかく降りてくるんだ。ゆっくり話し合おう。そうだよ。きっとまだ希望はあるから。お前は裏切るな！もうどうでもよくなってきた。じゃあ皆さんさようなら。綾川さん。もう最後のチャンスかもしれない。彼女を止めるためにできることは、実は私、
綾川さんのことが好きです。は滑ってないよね。好きなように見えないわ。模倣犯だね。綾川さんがどこへ行こうとついていきます。たとえあの世でも。初対面でそんなこと冗談でも言わないで。こっちは真剣なの。超怒ってる。足止めのつもりか。小細工を浪せる相手ではないぞ。全然前世に約束しました。さすがに無理があるでしょう。ヘドの出るザレ言はやめて。死にたいならよそで死んでちょうだい。ごめんなさい。やっぱ無理だった。何やってんだろう、私。人生について真剣に考えてこなかったくせに、説得なんて。かっこ悪い。真剣な割には浅はかですね。来世不幸になるよ、綾川さん。ここからつなげるのか、鉄。来世またそれ？なんでそうなるのよ。バカにされてる。自殺も殺人だ。罪になる。説得力がないわ。この人割とポンコツ？なるほど。恐怖と罪悪感を植え付けたいんだね。言い方悪いぞ。いい作戦かは置いといて、話に乗りましょう。いろいろ説明が省かれていますよ。輪廻転生の話はさておき、まず自殺が殺人と等しいというロジックを成立せねばならん。自殺という行いが来世に不幸をもたらすというのもね。誰しも因果応報を信じているわけではないし。お前らどっちの味方だ。そうね。因果応報だの来世だの魂だの信じている人はせいぜい段階くらいよ。それは言い過ぎだ。では魂を信じている人。お前段階世代なのか。お前こそ。ほらね。バカバカしい話よ。それは不適切です。みんなはっきり断定できないだけだと思いますわ。魂ないの？未だ議論されているが、少なくとも証拠はないからな。魂は存在しない認識が一般的だ。魂はあるってずっと信じていた。まあ、意識の謎なら現在解き明かされている途中だ。魂と同義ではないの？確かに似ているが作用上で分けられる。現世から来世の体へ乗り移る魂。対して脳や神経の化学反応によって具現化した物理現象が意識だ。はっきり言って同じではないどころか対極の見方だ。意識を主張する人の多くは魂や霊界に否定的だよね。何しろ確実な証拠が見つからないからな。へえ。精神論はその2つだけじゃないよ。魂と意識以外にもう一つあるんだ。それは？自我です。自我？ほう。それは意識とどう違うんだ？意識は誰しも持っているのに対して自我は一つしかありません。各々の視点で一人称である私を使うのは自分本人だけだ。それ当たり前じゃない？それ、意味論だけでは？結局みんな自我を持っているわけで、意識と区別する必要があるの？考えたことはある？なぜ自分は他人ではなく自分なのか。そんなのは運だ。超自然的現象を除き運以外説明がつかない。命の現象を仮定しましょう。簡単にまとめると、命は体と精神に分けられます。体の説明はいいとして、問題は精神だ。精神を細分化すると、意識と自我に分けられる。意識は無意識なプロセスも含まれる。例えば、赤色を見たとき、みんなが脳内に見た赤色は大体同じだ。あるいは、皮膚が切られたとき、みんな痛みという感覚を覚える。しかし、感じている対象はそれぞれになります。同じ赤色を見ている。されど、私とあなたが見る赤色の差、それが自我なんだ。したがって、その仕組みについても解釈が様々ある。物理は意識を説明できないと思っている人がいれば、肉体と意識両方とも自然現象で説明できるというように
独立の精神世界を否定する人もいる。ここで極端に全ての現象が自然現象で説明できるという仮説を立てよう。するとどうなるか。意識は肉体から生まれ、さらに自分が自分であるという認識、自我はそこから生まれる。もし物理が本当に全てを説明できるなら、そして物理が誰しもに等しく適用されるなら、私を呼ぶ自我は無数になってしまう。同じ物理で体から意識が生じ、意識からもまた私は生じないはずはない。肉体が違うから生まれた自我も違うんじゃない？じゃあ瓜二つの双子ならどうだろう。ほぼ同じ構造の肉体で生まれてきた自我なのに、はっきり独立している。確かに。いや、たとえ双子でも生まれる前、体内にいる時から微細な動きや化学反応の違いで徐々に差別化できていて、それで自然とそれぞれの自我へと発展したのでは？そんな些細な違いが全く異なる自我の形成につながるとは思えない。どうしてだい？じゃあ誰しもが使っている携帯で例えましょう。携帯って我々人間の肉体と精神とよく似ている。機種が体だとすれば OS は意識。携帯の形はメーカーによってデザインや設計もばらつきがあるけど、機能はほぼ同じで電話やメールができるよね。仮に僕らが今携帯を交換して使っても使えないことはないよね。なるほどね。必ずしもこの差が自我へつながると限らないわけだ。なので物理が説明できるのはあくまで意識まで。自我はまだ未知の領域だ。え、魂って本当にあるの？意外と説得力がある。いや、意味がわからない。考えてみてよ。自分が生まれる前に他人になる可能性は十分あり得ると。そういうことか。つまりそれは。彼女に答えさせて。それ、やめてもらえますか？不愉快です。生まれてくる肉体に選別条件がかかることに原因があると。果たしてそれが神か、あるいはカルマか。いいな、そんなのは憶測だ。なんのこっちゃ。生まれるところが選べない。生きて何が起こるか全く予測不可能。人生において原因があっても結局ランダムじゃないか。親ガチャかい。いや、たとえランダムであっても資本があれば当たりが出るまで回せばいいさ。もはやメタ的な話。デタラメだ。人生は一回しか回せない。それは人生が一回のみの話だ。それに原因のない現象など存在しない。話が変わってるのよ。なるほど。論点を決定論か非決定論へ変えたんだな。これは本質的な話さ。宇宙は本質的にランダムか決定的か、どちらもかの3つしかない。まず全てがランダムである意見だが、言うまでもなく論外だ。次にランダムかつ決定的な意見も問題があってね。なぜかといえば、何が決定的で何がランダムなのかがわからなくなってしまうからさ。一見ランダムに見える現象だが、蓋を開けたらただの決定論的カオスなだけさ。ちょっと待って。決定論？カオス？決定論は過去の状態と今の状態をもたらす決まった法則で、何回繰り返しても同じ結果になる。原因と結果がつながった様、因果律とも呼ぶわ。カオスは結果が複雑な現状を指す理論で、その結果があまりにも予測不能だからランダムに見えるけど、しっかり法則に従っているのよ。つまり、決定的ってこと。そんな大層な違いじゃないでしょ。いや、運命の差だ。そもそもあらゆる現象はランダムか決定的かで二極化できる問題ではない。その間に情報の有無で解ける解けない違いが出てくる。先ほどのガチャの話に戻ると、一見ランダムに見える仕組みだが、もしカプセルが透明で視線を遮られてなければ、次に何が落ちてくるか分かってしまうだろう。それはわかるけど、結局何が言いたいの？我々が一般的にランダムだと思っているものが一瞬で秩序的に変わる瞬間が訪れる。哲が今まで述べた精神論がまさにその瞬間だ。新たな可能性、
理と未知への恐怖が同時に襲ってくる。命の仕組みを把握する者は人生を牛耳れる。まあ、それはそうね。分かってなさそうだ。命の仕組みを知っているというの？いいえ、絶対に嘘だわ。話をそらすな。結局魂だの来世だの確証はないんでしょ？証拠を出しなさいよ。全部嘘に決まってる。証拠があるはずがない。ついに来たね。巷で前世の話はあるけど、果たしてそれが証拠になるのか。どう答えるんだ、鉄。それは。また後日話しましょう。今日はもう遅い。なるほど、鉄。そういうことか。ああ、もうそんな時間か。いやいや、もったいぶるなよ。すみません。我々は用事がありますので、先に失礼させていただきます。どこへ行くの？まだ話の途中。これから部員を募集しなければならなくて。そうなんですよ。もう下校時間だから校門近くが効率いいかもね。そういうことで。お前ら何しに来たんだ！待ちなさい。いつの間に？自殺はどうした？それは今度でいい。こんな危険な思想をばらまく奴を放っておいていいものか。早く証拠を出しなさい。ですから、今我々は急いでいるので。出せないからって逃げるつもり？そうだ。綾川さんも哲学部に入ってみれば？なんか哲学に興味がありそうだし。入るものか。入ったら今の話続けてもいいですよ。貴様。これって勧誘かよ。結局綾川は哲学部に入部することにした。まったくとんだ茶番でした。理事長、彼女をあんなふざけた部に任せていいんですか？我々が直接指導しないと大変なことに。そういう熱意はもっと早く見たかったわ。普段から関心を持って生徒に接していれば、こんなことにはならなかったでしょうね。それは。高橋さん、彼らを見張ってください。何かあればすぐに報告すること。はい。先生方もね。あ、先ほどの。酒井千穂です。綾川さんはまだいますか？まだはぐらかすつもり？まだ部員を募集しているので。もう5人でしょ？どうしました？さっきのこと謝りたくて、心にもないこと言ってごめんなさい。そうね。あの裏切り者よりよっぽどマシだわ。私も哲学部に入部してもいいですか？なぜですか？ダメですか？何？もう部員はいらないの？勘違いしないでほしいんだが、誰でもいいわけじゃない。君は本当に哲学に興味があるのか？私、哲学はちんぷんかんぷんだけど、もっと知らなきゃって思いました。このままじゃダメな気がしました。その気持ちがあれば十分だ。哲学は新しいものではない。何百年も議論し続けてもなお、決着がついていない難題も数多くある。たとえそうであっても、我々が答えを諦める理由にはならない。自分で考えて答えを出すことにこそ意味がある。歓迎するよ、酒井さん。哲学部へようこそ。